これでソードフォームになります。これでロッドフォームになります。これでアックスフォームになります。これでガンフォームになります。これでゼロノスアルタイルフォームになります。これでゼロノスベガフォームになります。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。仮面ライダー電王よりデラックス仮面ライダー電王とデラックス仮面ライダーゼロノスです。それでは見ていきましょう。ということでね、来ました。僕が一番好きな仮面ライダーです。はい。当時確か小3か小4ぐらいだったんですけどね、めちゃくちゃ見てました。はい。で、このおもちゃのすごいところが、この、1個ね、これ、電王のフィギュア入ってるんですけれども、それがなんと4つのフォームにね、変身できるっていうところがおもろいんだよね。そう、電王ってね、ちゃんと、この、なんていうの、装甲が4つのフォームに一応変形できるようなデザインになってるんですよね。それをしっかりとこうおもちゃで再現していると。で、こっち、はい、ゼロノスですね。はい。このゼロノスは、このデネブとね、合体というかなんか、こう、ね、することで、アルタイルフォームからベガフォームに変わるんですけど、はい、それを再現しているということで、はい。おもろいね。はい。それでは早速、取り出していきましょう。中身を取り出すと、このような感じになっております。この、仮面ライダー本体と、つけるマスク。そして、このゼロノスの方には、このデネブがついてます。はい。ということでね、早速、遊んでいきましょう。今回このベルトもね、用意したので、当時のデラックスね、はい。このベルトの音声も聞きながら、これね、遊んでいきたいと思います。はい。この電王のね、僕のめっちゃ好きなところが、変身待機音なんですよね。変身待機音がめっちゃ好きなんだよね。じゃあ行きます。じゃあまずは、ソードフォームからやっていこうかな。はい。はい。これで変身完了。めっちゃシンプルなベルトなんですけど、この音がいいんだよね。はい。で、ソードフォームはもう最初からだいたい出来上がってるので、この仮面を、はい、こう、後ろからキューってこう、この線路に乗ってやってきて、ここにくっつくと。はい。これでソードフォームになります。はい。なんかちょっとね、マッシブに見えますね。なんかここの、ね、あたりとかがこう逆三角になってて、だいぶマッシブ感ありますけれども、しっかり、ソードフォームに変身してます。だいぶ、ね、このマスクの立体感はあるけど、はい、このベルトの中身、いや、ちょっと見えづらいかもしれないけど、ちゃんと赤になってたりとか、この太もももね、赤になってます。この塗装がね、やっぱだいぶ綺麗ですね。細かいところまで塗られていて、ベルトもここ赤でこっち矢印青とかね、細かいところまで塗られてるなぁと思います。このマスクのね、はい、このとことかこの後ろ側とかをね、しっかり塗られていていいですね。はい。で、実際にこのソードフォームの裏側ってほんとこうなってるんですよね。これ後のねアックスフォームで出てくるんですけれども、っていうね、本当にしっかりとそういうフォームチェンジを考えられたデザインしてて好きですね。はい。じゃあ次行きましょう。個人的に次はロッドフォーム行きたいところなんですけれども、このおもちゃの特性上アックスからやった方が良さそうなので、次アックスねやっていこうと思います。まずここを外して、はい、この状態にします。で、じゃあアックス行きましょう。はい、じゃあ行きます。こ
これのおもろいところが、はい。この体を反転させます。この時に顔と腰はね、動かないんですよね。この体だけが回るっていう。なんですけど、ちゃんと首を動かすこともできるっていう。これ面白いよね。はい。で、ここで、この後ろ。ここにダイヤルがあります。これを回してあげると、見えるかなこれ、ほら。この赤から黄色に変わります。素晴らしい。じゃあこの太ももは赤のままなのかっていうと、これもなんと、こうやって回してあげることによって、はい。黄色になります。素晴らしいね。そして最後、ふーんって、このベルトの音でも鳴ってましたけど、その時にこうやって、はい。こうやってね、仮面を取り付けることができます。これで、アックスフォームになります。いや、素晴らしいね。はい。若干ここから青がね、覗いてたりはするんですけれども、しっかりと、ここのベルトとか、この太ももが黄色に変わってるっていう、素晴らしい。で、腕、これ反転してるから、腕どうなのって思うじゃないですか。これ腕ね、こうなってます。はい。親指がちょうど真ん中に来ていて、どっち向きでも大丈夫なように、肘もどっちにもこうやって曲がるように、作られてるっていうね。はい。いろいろね、考えられております。素晴らしいね。はい。じゃあ、次、行きましょう。次は、ロッドフォームです。はい、やっていきましょう。外して、で、ロッドフォームはこの向きのままで、ここを開きます。これ素晴らしいのが、付け外しじゃなくて、くっついてるってところなんだよね。完全変形です、これ。素晴らしい。はい。で、この肩のところにこうくっつけるんだけど、ここの長さがちょっと足りなくてこうなっちゃうっていう。本来であれば、ちょっとこれ外すけど、はい。こうやりたいわけ。ここに。だけどそうするとこの長さが足りないっていうね。はい。ジレンマ。はい。なので完全変形を取るのか、ね。この見た目を取るのかってところですね。僕はちょっと完全変形をちょっと取ろうかなと思います。はい。こんな感じになって、で、後ろね、ダイヤル回して、ここ、黄色から青に変えます。で、ここも回転させて、青にね、変えてあげて、で、この仮面をここにね、かぶせてあげましょう。はい。来ました。これで、ロッドフォームになります。いいね。はい。こんな感じの、しっかりとロッドフォームを再現しております。この内側からね、青が出てくるっていう。本当はこの肩の黄色とかも隠れるんですけど、隠れて青になるんですけど、そこはね、しょうがないかなと思います。はい。で、裏。こんな感じです。はい。いや、これ本当に、電王の変身するこのフィギュアの中で、なんか他にもね、装着変身とかありますけど、その中で一番好きかもしれない。このおもちゃが。はい。じゃあラスト、ガンフォームいきましょう。はい、いきます。まず仮面を外して、で、これをちょっと一旦戻してあげます。はい、こんな感じで。こうやって戻してあげて、で、体を、はい、くるっと回転してあげて、で、ここ開くというね、はい、素晴らしい。はい、で、このベルトも、今青なのが、回転させて紫にします。ちょっと見えにくいけど。はい。で、太もももここ回転してあげて、紫に変えてあげると。ちゃんとカチッってなるのがいいよね。はい。そして、こちらね。はい。この仮面をここに取り付けてあげれば、はい。これでガンフォームになります。いや、いいよね。
この展開ギミックめっちゃ好きなんですよね。だからこれが再現できるっていうのがもう本当に良い。はい。でね、こんな感じになっております。やっぱマッシブだからこうやって普通に立たせてるだけでもかっこいいんだよね。うん。まあただ欲を言えばそれぞれの武器を再現できるこの電ガッシャー、これもあっても嬉しかったなっていう気はしますね。まあただ、そうするとまあちょっといろいろねややこしくなったり難しくなったりすると思うんで、これがまあ一番ね遊びやすい形ではあるんだろうなと思いますけれども、はい。まあっていうのがこの電王のバージョンで、次こちら行きましょう。ゼロノス。いやゼロノスねめっちゃ好きなんで、はい。やっていきます。まずはアルタイルフォームからですね。これのね変身耐気温もめちゃくちゃいいんだよね。いきます。はい。もーって音聞こえましたね。ここから牛2つがこう、もーって出てきて、ここにくっつきます。まあ、牛若丸の牛なんですけど。はい。はい。これで、ゼロノスアルタイルフォームになります。いいね。いや、このさ、やっぱ塗装がめちゃくちゃ綺麗なんだよね。ここのゴールドの発色がめちゃくちゃいいよね。なんか薄いゴールドとかじゃなくて、しっかりとイエローゴールドにされてるってところ、いいね。はい。で、こう、緑、の、このメタリックとか、このシルバーとかめっちゃ綺麗だし、この後ろ側までしっかりと塗られていると。で、若干ガンメタっぽい色合いもあったりして、こことかもね、はい。このベルトなんだけど、このアルタイルとベガになった時に、このちょっとデザインが変わるんだよね。なので、おそらくこの、このガンメタ一色にして、まあ、どっちでも、まあ、齟齬がね、生じないようにしてんのかなと思います。はい。素晴らしいです。これ、あれかな？足は一緒なのかなこれ。あ、一緒だ。なるほど。一部流用ですね。初めて気づいた。はい。この足は一緒だね。この腰とかも。まあ、っていう感じでしょう。はい。あ、この腕も一緒か。腕も、若干、まあ、拳は違うけど、ここの前腕は一緒でもないな。違うな。この足だけか。下半身だけか、一緒なのは。なるほど、ということで、はい。これも、じゃあ次、ベガフォームにね、変身できるので、やっていきましょう。一旦このベルトを外して、はい。で、いきます。フルチャージもやっとくか。はい。まあこんな感じでさっき A だったのがこれ V になってるっていうね、感じなのでね。はい。じゃあこちら、デネブね。はい。デネブ。もう、薄デネブがいるんですけれども、まあ、これをね、変形させていきましょう。このように、はい。持ち上げて、この顔をくるっと回転させます。はい。これ面白いですよね。この顔の裏にまた違う顔があるっていう、ね、はい、感じになってて、こうやって、で、こう変形させると。はい。この状態になります。で、この仮面外してあげて、本当に、このゼロノスにデネブがまとうって感じなんだよね。で、背中くっつける場所があって、背中くっつけてあげて、で、これを胸にかぶせて、そして、こちらね、はい。これを取り付けてあげると。はい。これでゼロノスベガフォームになります。いや、素晴らしいですね。本当に。
この簡単にこうやって2つの変身をね再現できるっていう、しかもやっぱ塗装も造形もねクオリティが高いんでね、はい、こうやって綺麗に細かく塗り分けられてるっていう、この大きさもねちゃんとね大きくていいんですよね。今ってねやっぱコストとかいろんな問題があってだいぶねちっちゃくなってるんですけど、当時って結構こういう大きいおもちゃ多かったんで、こう遊びがいがありますね。はい、こうやってやっぱマントにするためにさっきデネブがねだいぶ薄くなっていたっていうことなんですよね。はい、っていう感じでこうやってね、はい、このおもちゃでこの再現、変身の再現ができるっていう感じでしたけれども、いかがだったでしょうか。いや本当にこの電王って作品はなんかね、主人公のこう人格がその乗り移るイマジンによってどんどん変わっていくので、それによって変身も変わるっていうこの設定をしっかりと活かしたおもちゃが出てるっていうのが本当におもろいところだと思います。はい、ということでこうやってねいろいろ仮面をつけたりねして遊ぶっていうめっちゃ面白いクオリティ高いおもちゃだと思います。はい、ということで、今後もなんかねこういう僕結構ねそのなりきりアイテムよりかはこういう遊ぶおもちゃの方が結構好きだったりするので、そういうねおもちゃ結構仮面ライダーにあるので、はい、それも今後ね紹介していきたいと思うので、もしなんか紹介してほしいのがあったらねコメントとかよろしくお願いします。ということで今回の動画以上になります。いいなと思った方ぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。